はい、皆さんこんにちは。機械系男子の木内です。今回はですね、浅井亮さんの、何様を紹介しようと思います。この何様っていう作品とですね、浅井亮さんは、ほとんど同じようなタイトルで、何者っていう本を、書いてるんですね。で、この何者っていうの本は直木賞を受賞した作品となってまして、結構その時はですね、かなり読まれた作品かなと思います。で、今回ですね、僕何様を読んだんですけども、何様を読む前の、僕のイメージとしては、何者の続編みたいな感じかなと思ってたんですよ。こちら何者ってのが、就活生の実態をですね、結構リアルに描写したような感じでして、就活っていうものに対しての、疑問点をふっかけたりとか、就活生自身の視点からの考え方とかもいろいろ見れて面白かったんですけども、それの続編として、社会人生活での視点を描いたものかなというふうに勝手なイメージを持ってたんですけども、意外とですね、物語自体にそんなに大きいつながりはなくてですね、この何者っていう作品を読んでなくても何様自体はすごい楽しめますし、逆もしかりで、何者しか読んでないってことでも全然問題ないような、この2つの作品に関しては、内容自体そんなに大きいつながりはないんですね。ただですね、伝えたいことというかメッセージみたいなものは結構考えてみると面白くて、この何者っていう作品で就活生を、例としてこの何者かになろうとしている人の姿を描いた作品でして、こちら何様っていうのは、その社会人に限らずですね、今いる自分のポジションとか仕事に対して、本当に自分でいいのかっていう風な、そういう、もっと自分よりふさわしい人間がいるんじゃないかとか、この仕事とかこのポジション、部活動のキャプテンにしても、自分が本当にこの立場でいいのかっていう風な、そういう風な苦悩を描いたような話になってるんですね。なので言ってしまえば、自分何様だよと。何様の分際で、例えば人に判断を下したりとか、人に指示を出したりとかっていう風な自覚も込めたですね、作品になってるんですよ。ここら辺のですね、対比が結構面白くて、物語自体にそんなに大きいつながりを持たせずに、この2作品をですね、並べたのかなと思います。はい、それではですね、この何様の自分のね、心に刺さったところを話していこうかなと思うんですけども、さっきも言った通りにですね、この何様っていう作品は、いろんな人のいろんな立場のですね、苦悩とか悩みとか不安っていうのが、描かれてて、本当に自分がこの仕事やってていいのかとか、自分が本当にこのポジションでいいのかっていう、悩む描写を結構入れた作品かなと思いまして、例えば本当に部活動のキャプテンでいいのかとか、人をまとめ上げる立場でいいのかとか、あとは、子供が生まれるってなった時に自分が親としてやっていけるのかどうかっていう不安に対してですね、そういう不安とか悩みとかを抱えた時にかなりね、心強い支えとなってくれる考えがこの本にはありまして、それを紹介しようと思います。それがですね、本気の1秒っていう考え方ですね。この本気の1秒って何かっていうと、例えば自分が当事者になった瞬間、自分が課長に昇進して、全然それまで違う仕事をやってきたけども、この課の課長としてまとめてくださいとか、もしくはその子供が生まれるってことを知らされて、親になるっていう自覚を持った時に、自分の本当の気持ちっていうのが一瞬でも生まれたらば、その本気の1秒を守るために、本気じゃないこと、それ以外の大多数の、言ってしまう雑用みたいなことも全部本気でやるっていう、そういう覚悟ができるっていう気持ちなんですけども、例えば親としてですね、子供ができるっていうのはもちろん一瞬だとしてもやっぱ嬉しいっていう気持ちが、これからの未来に対してね、自分の子供ができるっていうのが嬉しいっていう気持ちが湧くと、それと同時に、親としてやっていけるのかどうかとか、育児に対して不安があるっていうのが、普通だと思うんですよ。だからこそやっぱりその本気の1秒っていうのはすぐ不安とか悩みとかに書き消されちゃうんですね。すぐ流されてしまって。だけども、1秒でもその気持ちが芽生えたんなら、その1秒を守るために、いろんな不安とかも乗り越えていくっていう、覚悟、そういうふうな覚悟が決まるっていうふうな考え方でして、やはりですね、自分自身はですね、社会人になって年が浅いので、そんなにですね、その本当に自分がこれでいいのかっていう立場にもなってないんですけども、でも確かにその自分に降りてくる仕事をやっててもですね、もっとですね、この案件に関して詳しい人が多分いると。こういう仕事に対して得意な人がいるだろうなとは思ってるんですけども、それでもやっぱりその自分に仕事を振ってくれた上司にですね、一生懸命自分のできる限りのことをやるっていうのが、一生懸命その失敗とか学びもしながら取り組んでるっていうのが現状でして、でも今後もっと責任のある仕事とか、大きい仕事が来た時に、その本気の1秒っていうのがもしかしたら、結構自分の背中をですね、支えてくれるような考え方になるかなと思ったので、ぜひですね、今その自分の立場とか、ポジションに本当に自分でいいのかとか、ふさわしいのかって、悩んでる人はですね、ぜひこの本を読んでみて、この本気の1秒っていう考え方を持って、今自分がやるべきことに本当に全力を出せるようになると思うので、ぜひ読んでみてほしいなと思います。はい、ではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。